こんにちは、パワミです。本日はリクエストのあったパワーアップスでよく使う関数の後半を紹介します。後半は前半よりも応用的な実装をする際に使う関数です。本日の内容です。今回はユーザー情報の取得や条件の設定、一時的に値やレコードを保持する際に使う変数やコレクションに関わる関数を解説します。前半ではアプリ開発の中で必ず使うような基本的な関数を紹介しました。前半部分は以前の動画を見てください。今回は前半よりも応用的な関数ですが、柔軟なアプリ実装をしたいときによく使う関数なので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは Power BI、Power Apps、Power Automate と Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。まずはじめにユーザー関数はアプリにログインしているユーザー情報を取得する関数です。ログインユーザーのアカウント情報を自動で取得して登録するときなどによく使います。ユーザー関数ではメールアドレス、フルネーム、画像の3種類の情報を取得できます。メールアドレスはユーザー関数の後ろに .email、フルネームは .fullname とつければ取得できます。例えば、ログインユーザーのメールアドレスを自動で取得してデータベースに登録したい場合や、アットマークの後ろのドメイン名によって見せるデータを変えたいときなどに使います。ユーザー関数で取得できる情報はこの3種類しかないため、例えば部署名等の情報を取得したい場合、次に説明する Office365 ユーザーに接続します。Office365 ユーザーズに接続すると、組織内のさまざまなユーザー情報を取得できます。正確に言うと Office365 ユーザーズは関数ではなく接続先で、その後の .myprofile 等が関数になります。例えばログインユーザーの所属部署情報を取得したい場合、Office365 ユーザーズ .myprofile.department という関数式を書きます。また myprofile ではなくユーザープロファイル関数を使い、引数に任意のメールアドレスを入れると、引数に入れたアドレスを持つユーザー情報を取得できます。例えばログインユーザーの所属部署のデータのみ見せたい場合等に役立ちます。ただしこの時 Office365 ユーザーズのプロファイルに登録していない情報は取得できません。次に if 関数は条件をテストして true の場合と false の場合でそれぞれの結果を返します。条件によって見せたいデータを変えるときなどによく使います。使い方は第1引数に条件、第2引数に条件が true の時の結果、第3引数に条件が false の時の結果を入れます。例を見てください。例えばログインユーザーの所属部署がシステム部ならすべてのデータを見せ、それ以外の場合は所属部署のデータだけを見せたい場合、このような関数式を書きます。所属部署の情報を取得するには先ほど紹介した Office365 ユーザーズを使っています。実際に Power Apps 画面でも確認してみます。例えばタスク管理のサンプルアプリを見てみます。試しに if 関数を使い、所属部署によって見せるデータを分けてみます。ログインユーザーの所属部署がシステム部の場合、すべてのデータを見せ、それ以外の場合はステータスが completed 以外のデータを見せたい場合、このような関数式を書きます。1つ目の引数に条件式を書きます。ログインユーザーの所属部署は先ほど紹介した Office365 ユーザーを使って取得します。この時、データの追加で Office365 ユーザーを追加しておく必要があります。2つ目の引数に条件が True の場合の結果、つまり所属部署がシステム部の場合に表示するデータを記載します。3つ目の引数に条件が false の場合の結果、
つまり所属部署がシステム部でない場合に表示するデータを記載します。ステータスが completed 以外のデータを見せたい場合、フィルター関数を使い、このような条件式を書けば OK です。なんとかでない場合というときは not 関数が便利ですが、この時委任の警告が出ていますので、2000件を超える大きなデータを扱う場合は注意しましょう。実際の所属部署は空白なので、条件がフォルスの場合、つまりステータスが completed でないデータが表示されています。こんな感じで if 関数を使うと条件を指定してアプリの動きを変えられるので便利です。次に変数に関わる関数を紹介しますが、その前に変数とは何かについて簡単に解説します。アプリの実行中、アプリ側で一時的に値を保持したい場合、変数やコレクションを使います。どういうことか図を見ながら解説します。例えば前回紹介したサブミットフォーム関数は、フォームコントロールに入力した値をデータベースに登録する関数です。この時、アプリはシェアポイントリスト等のデータベースと通信をしてデータを登録します。一方、変数とはデータベースとは通信をせず、アプリ内だけで一時的に保持できる値です。例えば、アップデートコンテキスト関数を使えば、図のように変数名 val に abc という値を格納した変数をアプリの開いている画面で保持することができます。変数やコレクションはデータベースとは通信をしないため動作が速くなります。データベース操作が必要のない値を保持したい場合、変数は便利です。今話したアップデートコンテキスト関数を使うと、現在開いているアプリ画面のみで一時的に値を保持することができます。ちなみに別の画面でも値を保持したい場合、set 関数を使います。使い方は引数に波括弧で囲い、変数名コロン値を入れます。変数を複数持ちたい場合はカンマで区切って指定します。例を見てください。私はよくポップアップ風の画面を実装するときに変数を使います。例えば登録ボタンを押したとき、ポップアップでフォームを表示したい場合を考えます。登録ボタンの OnSelect プロパティで変数名ポップアップフラグに True の値を設定します。ポップアップフォームに関係するコントロールの Visible プロパティにはポップアップフラグと設定しておけば、登録ボタンを押した際にポップアップフォームの Visible プロパティが True になります。実際にパワーアップス画面でも確認してみます。例えば私の作っている家事管理アプリのレシピ一覧画面で登録ボタンを押したとき、ポップアップでレシピの登録ができるようにします。この時、先ほど説明したように変数 Create Recipe を作り、登録ボタンをクリックした際に値に True を入れます。この時、登録ボタンの OnSelect プロパティに Update Context 関数を使い、変数の値を更新します。登録ボタンをクリックすると、レシピ登録フォームがポップアップで表示されました。この時、レシピ登録フォームとその後ろに黒色で塗りつぶして透過性をつけたラベルコントロールを配置してポップアップ風のデザインにしています。このポップアップフォームと後ろのラベルの Visible プロパティには先ほど作成した変数 Create Recipe を入れています。登録ボタンを押したとき、この変数 Create Recipe が True になることで、ポップアップ関連のコントロールの Visible プロパティが True になり見えるようになります。ポップアップの×アイコンやチェックアイコンをクリックしたときは、また変数 Create Recipe が False になることで、Visible プロパティも False になり、ポップアップが見えなくなります。ちなみに作成した変数に今何の値が入っているかを確認することもできます。
ビュータブの変数をクリックすると、今ある変数とその値が表示されます。変数 Create Recipe の値は今 False になっています。登録ボタンをクリックして最後値を見てみると、変数 Create Recipe の値が True になっていることがわかります。変数関連の実装がうまくいかないときは、このビュータブで現在変数に何の値が入っているか確認しながら実装すると良いと思います。次にコレクションに関わる関数を紹介します。コレクションは変数と同様、アプリ側で一時的にデータを保持できますが、変数が値で保持するのに対し、コレクションはテーブルでデータを保持できます。例えば図のようにコレクト関数式を書くと、コレクション名 col1 というテーブルの val1 列に1、val2 列に2という値を入れたレコードを追加できます。コレクションの操作には collect、clear、clear コレクト関数を主に使います。コレクト関数はコレクションにレコードを追加し、クリア関数はコレクションからすべてのレコードを削除します。クリアコレクト関数はコレクションをクリアした後にコレクトします。複数のレコードをまとめて登録したい場合など、一度コレクションにレコードを追加してからデータベースに登録する実装をするときなどによく使います。例を見てください。例えばコレクション名ショッピングアイテムコールに2つのレコードを追加します。1つ目のレコードにはアイテム列にオニオン、ショップ列にイオンの値を入れます。2つ目のレコードにはアイテム列にビーフ、ショップ列にライフの値を入れます。この時の関数式はこのように書きます。実際にパワーアップス画面でも確認してみます。例えば家事管理アプリで買い物リストをコレクションに追加してみます。データを入力して登録ボタンを押すと、コレクションショッピングアイテムコルに1行ずつデータが入っていきます。この時、登録ボタンの OnSelect Property では、コレクト関数を使い、このような関数式を書きます。1つ目の引数にコレクション名を入れます。最初に登録ボタンをクリックしたとき、このショッピングアイテムコルというコレクションが新規に作成されます。2つ目の引数にコレクションを入れるデータを記載します。波括弧で囲い、列名 Date には Date Picker Control で選択した日付、アイテム列にはテキストボックスに入力した文字列を登録します。ギャラリーはデータソースにコレクションを指定すれば登録されているコレクションのデータを表示できます。またコレクションもビュータブで中身を確認することができます。ビュータブからコレクションを選択すると、現在作成されたコレクションとその値を見ることができます。現在はギャラリーでも表示されている通り、3つのレコードが登録されています。このコレクションは、例えば一対多のリレーションシップを知っているテーブルの他の方のテーブルに登録するときなどに便利です。例えば課題管理アプリなどで課題に対する工数を登録する場合を考えます。1つの課題に対して工数の登録は担当者が2人日、主任が3人日、課長が1人日と複数登録する場合、このコレクションに一旦登録して最後にまとめてデータベースに複数レコードを登録する場合などに有用です。コレクションの詳しい使い方についてはまた別の動画でももう少し詳しくまとめようと思います。本日はパワーアップスのアプリ開発で特によく使う関数の後半を紹介しました。今回紹介した関数は
ログインユーザーの所属に応じて見せるデータを変えたり、複数のレコードをまとめて登録するなど、柔軟なアプリ実装に役立ちます。Microsoft Docs にも関数の詳細な説明や使い方の例も書いてあるので、ぜひ活用しましょう。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。